おはようございます。おはようございます。はい、寒くてね、はい、冬なんでね、思いっきりね、こうバツンとか言ってね、植え替えできないんですが、冬といえばもう針金掛けじゃないですか。はい、で、針金掛けは皆さんやってると思うんですけど、こういう素材を、こんな感じに将来したいとかね。なるほど。こんな感じにしたいとか。これ石付きですね。はい。石付き。これ結構古いですね。これ多分つけてから15年ぐらい経って細いけどね、古いですよ。これもうガサ来てるでしょ。はい。石なんですね、これね。これ石なんです。石につけてからここに置いてあるんですけどね、これはもうここに植えてありますけどね、こういうのはやっぱ時間が経たないとねかっこよくはならないんですけど、最初に作っとかないといつまで経っても何もできないので、そうですね。はい、なんでこういう素材とか未生のよく売ってるこれでね素材ですね。1年2年2年か3年生、3年かな結構お安く売ってますよね、これぐらいだったら。安いと500円とか500円とか1000円しないんじゃないかな、こういうのは。であとこっちはうちで巻いてね出なかったやつバラバラになっちゃってるんですけど、これも3年生なんですよ。こういう素材があったら今のうちにこれの基礎になるものを作っておくと。なるほど。ということで黒松の石付きをやってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしく。始めてみたいと思います。元気のいい黒松って、こういう風に葉っぱがいっぱいあるんですよ。はい、でこのまんまだと格好が悪いんで、ここまで残して全部取っちゃいます。これはね取っても別に枯れないから安心して取ってください。はい、多少ね元気をなくしていかないと肌が来ないしね。また新芽がほらこんなに出てるからね、はい、春になったらまた葉っぱになりますからね。これやってこのくらいかな、こんな感じ。こういう風にしていってパツ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 と。本当は枯れるんだよね、冬になると古いやつは。だけど元気がいいと枯れないんだよね。若いやつだとね、そうなの、どうしてもね。だからね自分で葉抜きをしちゃいます。でこういうのを1個作って、それで今度はこっちこれか、これも同じ。これ1個取んないといけない。こんな風にね、こういう風に出てると二股で作っていくってことですね。はい、はい、ちょっと葉性違うかな。まあでもしょうがない、種からやってるんでね、葉っぱのね性がね多少違っちゃうのね。これとこれも違うからね、しょうがないんですよ。こんな感じかな。はい、これで4本でしょ。4本だといけないので、こっちはね葉っぱがちょっと傷んでるから茶色くなってる、これ使わないでこっち使いますね。はい、あれ何本あったかな4はダメだけど、4だなこれ。そうまあ減ってちゃうんですよね、どうしてもね枯れていくことがあります。これね植え替えとかなかったからこんなになっちゃう。すごいですよね。ねこれねいきなり切っちゃうとかわいそうなんで、こっち切ってよっ、どうなっていくかな。あでもここをちゃんとほら根っこがここでちゃんと巻いてるから、これ取っても枯れはしない。大丈夫だ。こんな感じになってますから。これをこっち使わないんですよ。はい、これね。色が悪い方ですね。そう。だからこれをねちょっと取っちゃうとどうなるかちょっとね自信ないんで。本来は春やった方がいい。そうこれはね、これをやるにはね。でも多分春になる前のね立春盆栽とか国風の時とか、その辺とかで皆さん買って作業するのかな。そうでしょうね。春はね他にもやることがいっぱいあるから。そうなんですよ。針金掛けとか今冬にやるべきことなんで、こっちはね枯れちゃうと元も子もないので、これはこのまんまで、これちょっと切ります。ここまで長くなくていいから、あんまバッツリやんないようにする。時期のもんです。春なら切れますけどね。
根を切らないけどもバラバラにしておきたい。ちょっと洗います。はい。これが素材ですね。はい。素材になってでこれをどうするかっつうと寄せちゃうんですね。この寄せるところが問題だね。なるだけ根元を寄せたい。こうやって、植える前に固定させちゃうってこと？そう縛っちゃいます。はい。手が冷たい。そうですね。すいません。でまあ使うのはラファイアですよね。ラファイアを使ってまとめていくんですね。芯がでっかいので、で脇に細かいのを置いて、これが結構曲があるんでね。芯っていうのは主木ですね。そうですね。そうですね。ここで重なってても針金かけて広げますから、とりあえず元をくっつけちゃうのが大事。はい。寄せ植えとかだとね、交差するのはあんま良くないって言いますよね。そう、交差はねさせちゃいけないのは、それは後から針金で調節するますからね。よいしょ、ギュッと縛って、とりあえず、はい、だいぶ変わってね、売れ残りの黒松が売れ残りの黒松がそうですね。これよりこっちの方がね、そうですね。これもだからバラして寄せちゃえばいいんだけど、そしたらば今度は針金ですね。あんまりぐるぐる曲げないでね、ふわふわっとさせたいわけです。なるほど。それで針金で矯正するんですが、はい、それはもう根っこのとこにブスッと刺すだけ、はい、ブスッてそれでこれを1本ずつかけました。はい、そしてそうだね、太いのここも同じ太さでやろうかな。でここのちょっと太めのやつに元もちゃんとかけた方がいいね。まあ針金は1回目、2回目ってまたかけ直したりするから、とりあえず基礎だけ。この未生でねいっぱい入って売ってるの結構いろいろあるじゃないですか。もみじとかそう、全部同じやり方でできますよ。いろいろできるからいいですね。そう面白いですよ。元を縛っとくとこれで10年もするとくっついちゃうからね。そうですね。趣味でやる分にはいいと思います。古くなれば全部いいですもんね。でもそう、なんでもいいね。古くさせるまで枯らさないで持ってることが大事なんですよね。そこに価値があるかもしれない。そう、まあね、趣味の方はね売らないからうちなんか売っちゃうんで、あれと思うけど、でもそれでもやっぱ気に入ったやつは何年も育てますよ。なるほど。そうしないと面白いのできないからね。展示もありますからね、大野さんと。そう展示品も作んなきゃいけないけど、ただ私の場合ちょっと松とかじゃないからね、今絶対売らないようにしてるのがやっぱ未生のコナラの実のなるやつね。一歳コナラの種から巻いたやつは気合入って売らないですね。このくらいにすればすぐなるの分かってるから、このくらいで詰めて。なるほど。5年経ったら花が来たけど、でも1個か2個でなんなかったんですね。なんなかったんだ。去年なんなかったで、今年見たらまた花芽ついてるから、なかなかコナラでちっちゃくて実つくのってないので、どうしても作ってみたくて。研究中？っていうかもうひたすら切り詰めてやってるだけ。切らなきゃやっぱできるんですよね。切らなきゃすぐなるんですけど、切って形作ってるから。なるほど。しょうがないですね。コナラも初心者にはいいですね。どんぐり拾って網伏せしてね、曲が結構いいのできるし、それにあれだし、網伏せしてやるとくねくねだし、太るの早いしね。太るのが早い。花は楽しい。全部かかりましたね。最初まっすぐだったんで、これで形をちょっとだけ作っていくんだけど、これが芯だね。頭だね。主木。あんまりくねくね曲げるの好きじゃないんですよ、私。ゆらりゆらりみたいな。そう。流れはどっちになるんですか？こっちに流す。左流れの
寄せ植えの吹き流しみたいな感じそうですよね。吹き流しですね。それ自分の方に向けないと。どうぞそうそうそう。こういうのはあんまり正解はないけど、重ならないようにするとか。その程度でしょ。あと種木が前がまあセオリーではあるのかな。そう、後ろの方は小さい松にしといて。そうですね。そうは遠近感も出るし。まあこの辺は適当で、後でもね合わせますから。どうにでも曲げられるから。いかにでもなります。最後の一歩難しいぞ。これがどうなるか。こっちに一回やっちゃうと流れがねおかしいんで、だからやっぱ最初からこっち曲げないとダメかもしれない。これが邪魔。枝取っちゃう。これがねすごい邪魔してんですよ。これなくてもいいです。針金でぐるぐるやってたら元がまた危ないので、もう一回縛ります。まあこの針金はスポッて抜けるように刺してあるので、ギュッて縛っちゃったら何の問題もないです。これでね、また外してからね、またかけ直したりするんですが、これが面白いのは、これが浅間山の溶岩。こんな平らなあるんですね。こういうのほら。浅間山の溶岩がね、いろいろあってね、乗っけやすいのはこれなんだけどね。そうですね。面白くないんじゃないかなと思って。これじゃ8になっちゃうからな。割れた鉢みたいに見えません？私的にもね、平らな方が面白いような気がするんだよ。なるほど。この方が確かに。私はこっちよりもこっちの方がいいかな。これちょっと細いんでね、乗っかんないんだよ。とんがってるとこがあるのがいいかな。なるほど。じゃあ溶岩にアルミ線を固定させる、前もやってると思いますけど、まずアルミ線と、それからこれはセメントの粉そしてアロンアルファこれじゃ見えないな出ないちょっとお待ちください。これでいいや。すごい やばい粉みたいですね。セメントをここにちょこっと入れて、こんな感じ。そしたらアロンアルファをセメントの粉ってのはホームセンターとかで売ってるんですか？売ってる。ホームセンターで売ってますよ。この間ね、アロンアルファじゃなくて100均のセメン瞬間接着剤でやろうとしたんですよ。そしたらね、染み込まないの、セメントに。染み込まないと全然固まんないじゃないですか。びっくりしました。でアロンアルファ高いから、いっぱいやるときにどうかなと思ったんだけど、ちょっと押さえてますね。それで放置びっくりです。これでも簡単でいいですね。簡単です。まあね、ギュギュやれば取れちゃうかもしれないけど、どこにでもくっつくので、拾ってきたいしねにつけたりするのにね、いいかなと思います。はい、くっつきました。もう大丈夫。あんまぐるぐるやると取れちゃうけどね。でこっちを前にしたいのね、このね。でね、今ね見てたらね、最初こっちを前にして作ってたんだけど、どうもこの枝がねでかすぎんだよ。なんでこっちのちっちゃい方を前にして、これ裏枝にしてこっちでいいかな。この方がかっこいいと思う自分で作っててと思ったんだけど、どうもこの枝ね、後ろ枝になった方がいいね、これね。それでちっちゃいのを前にちょっと倒す形で、でこの場合ブスって刺すんです。あ、そうなんだ。ただそれだけですこっちとこっちね、そっとね元がね、ほらブスブスっておい、こうなりますね。で、そう一番下に刺す前にやらなくちゃいけないことがいけないそーっと取りますこの下に毛と土を入れないとくっつかないじゃないですか。配合済みでございます。
赤玉と赤玉と水苔とマガンプケ。マガンプケ。そう。本当はこれを乗っける前にやる作業。一回取るか。はい。ここに根っこが来るわけですから、はい、ここに毛と土をこう薄くあんま熱いとね山が大きくなるんでみっともないからね、すり込むみたいな。そう乗っけておいてね。そうで横が結構あるみたいだから横にもやって、こっち側はこの辺までですかね。根のあれを見ながら、そしたら刺します。これが初期段階。刺すのは確かに面白いですね。合理的というか。でしょでちょっと向き見るんで、ここをこう曲げて、今度はここにブスッと刺していくわけ。あ、縛らないんだ。縛んないです。簡単な方法です。縛んなくても取れないからこれ、根っこにギューってその代わりギューってやりますけどね。ほら。なるほど。ね、別に落っこちないですよこれで。縛るとね根っこに食い込んじゃうのよ、縛ったのが。そうするとね取るのがめんどくさいからね。そっか、植え替えしないって考え方ですもんね、しばらくは。そう石付きは植え替えしません。だから結ばない方がいいのか。結ぶとここで結んだりこっちで結んだりすると、そこの根っこがこう盛り上がってくるから、そうすると食い込んじゃうので。そうですね。で苔なんか張っちゃった日にはどこにあるんだか分かんないから。確かにこっちの方がいいかも。ちっちゃいからね大丈夫だけど、太いなると。大きいのは無理ですよ。大きいのは第一針金がVの字じゃなくて、それを2個も3個も作って縛るんですよ。それはそう当たり前です。このサイズですからこれで十分ですよって。そしたらちょっと毛と土を薄くね、もともとそんなに綺麗に洗ってないんで、もともとのあれがあるから、ラファイア見えるとみっともないってラファイアの。あんまりね盛り上げちゃダメ、みっともないからね。薄く。でも中も入れないとですもんね、土を。そう。こんな感じかな。はい。ラファイアが嫌だよね。隠したいですね。隠したいけどね、でもねちょっとね背が高くなりすぎちゃうんでね、苔の位置がこんな感じですかね。こんな感じで。はい。第一段階終わり。これがね不自然な感じが取れるのにはやっぱり 1,2 年はかかりますよ。ギュッてやっちゃってるからね。じゃあここからは苔草入れますか。なんか入れない？入れてもいいし、ただ入れる草が今あるかなと思って。草よくあるんだと黄金シダとか。黄金シダはねあるけどね。ホットの黄金シダでうちで巻いたやつ、どこだろう。短いやつってことですね。短いんですよね。あとね最後使っちゃった目巻き。あとなんだっけこれ。これはね角出し岩だれ。岩だれです。これちっちゃいやつだからね、こういうのをねくっつけると可愛いっていう。確かに。あとは黄金シダはあるけど伸びちゃってくる。ここは取ってきたやつこういうのからある。草をつけるのならっていう感じで、もう岩ひばはねもう冬は丸まってるからね、こっち側の角出し岩だれかろうじて、これも丸まるんですけど、であとは黄金シダのこれなんかと植わってて本体が枯れたやつだね、きっとね。分けた。これよりはこっちの方が自然味があると思います。こう分けてね。まあでもちょっとですもんね。きっとね。ほんのちょっとでいいんですけどね。増えちゃうし。そう増えちゃう。そう。入れといて後でねこのくらいだよ。こんなもんちょこっと飾りですんだ。外側がいいのか内側がいいのか。ここかな。ここが良さげだな。ここ根っこがあって入らないの。でも
草はもう好みですもんね。入れても入れなくても。そうとりあえず突っ込んどけばこう根っこギューって突っ込んじゃって、はい、もう突っ込んじゃったんだけどギューって突っ込んじゃってそれでこっから蓋しちゃうのこうやって、毛と土でその根元をこう押さえるような形ちょこっと生えてればいいですよ、これはどうしようかな。これ大きいかなこっち側だけこれ鉢に入ってる。鉢入ってる。これはすごいや。なんだこれ。取れないや。これ取れない。鉢がある本当に。鉢が出てきた。どうして？それはすごいいい鉢だったらいいですね。面白いですね。なんか出てきた。九山。九山。九山ですね。すごいじゃないですか。九山の鉢にこれ入ってる。これが。いいじゃないですか。これが。お宝発見だ。やだ。びっくりした。こんなちょっと大きいか。大きいね。大きいよね。大きい。ちょっとちっちゃく切っちゃえばいいんだけどね。ぐらい。どうかな。どうですか。少ないよ。肩先からこう振ってから。後ろからね。後ろからちょこっと。これはもう根っこが石にくっつく植物なんで、別にそんなに土に埋める必要がないから、こう乗っけて止めちゃうぐらい、これはね止める方法が、ではこういうふうに、アルミ線を U の字に、ホチキスみたいにしてここをブスッと、あとでもう完全にくっついちゃいますからね。これがあれだな、ここがいいね。もう大丈夫、取れない、取れない。でも一つ葉岩だれはいいですよ。風情があってで、あとはもう苔ですよ。苔張るだけですよ。じゃあ苔を苔張っていきます。苔のね下を薄くしてこう張っていくんですけど、この苔は張りにくい。張りやすい苔を選んだ方がいいですね。こういう前の土を取ってやんないとくっつかないんだよね。これ粘土土に生えてました。いろんな苔を張った方がいいんだよね。いろんな苔を。そうすると自然味が出ます。なるほど。同じ苔ね、タンタンタンと張っていくと面白くもなんともない。ひごけをパラパラコントラストをつけるわけですね。じゃなくてもだいぶついてますけど、いろんな苔を入れたんで、どうでしょう。ちょっと苔を張っていいですね。この自然味とね、いろんな苔を張るのが大事、だからその辺から取ってきて、あっちから取ってきてって、鉢の中に生えてるのちょっともらってっつってね、やると同じ色じゃないので面白いのができる。さあできたよ。完成しました。でこれがいずれはこうかっこよくなってくる。古くなってくる。もうちょっと背伸びるよね。これ、このくらいに。でここで切っちゃったら、目つみしちゃったらこう枝出ちゃうからまるっきり違う形になるんだけど、どうなんでしょうね。それは好き好きだろうね。こう下げ、これ4本しかないじゃん。そうなんですよ。1本枯れたな。だいたいね奇数がいいって言いますよね。そう1本植えないとダメですよね。このぐらいに下げといて、枝をもうちょっとちゃんとかけてやれば、こうなるのにどうだろうな。5年じゃいかない。5年じゃいかないか。だから先っちょに枝作るんならあと1回伸ばしてこのくらいにしといてから目摘みをすればなんとかなる。そうですね。もともとはこんな感じ。これがだからさっきも言ったけど、松じゃなくてもこういう風にはできるし、もみじでもハゼでも、カエデでも何でも種からやったやつを縛って
こう流しとくと面白いのができます。そうですね。で石につけてもいいし鉢に植えてもいいし、そうで、しかも石拾ってくれればね1000円以下でできますもんね。そうですね。素晴らしい。拾って巻いて、次の年に縛って、もう0円だ。1年、でもね縛って1回ねこれに植えた方がいいんだよ。1回ポッそれトに植えて、で根がねくっつくまでね置いといてから、それから石なりなんなりにくっつけた方がやりやすいですよ。今日はほら縛ったからあれですけど、縛んないでそのまんまつけられるんでね、最初に縛っといて鉢の中でくっつく、2年置いとけば相当くっついちゃいます。そうですね。1年生はだから秋に種拾った人もいいし、こういう苗買った人もいいし、すごい気軽に面白い寄せ植えが作れると思います。でこうなるともう結構いいね、お値段しちゃいますもんね、この状態で買ったらね。そうだね、多分ね。これとこれでは運転の差です、運転の差、なんかこれに勝てないですよ、このこれの方が高いかもしれないね。はい、初心者でも簡単にいろんなものが楽しめる、はい、ということでした。はい、はい、お知らせはございますか？お知らせはグリーンクラブの2割引きセールが12月の18日から28日、10日間、18日から28日休みなしぶっ続けで2割引き、2割引きは本と道具とあと何か1種類ぐらいあるかもしれないけど、赤いシールが貼ってあるので分かりやすいです。赤いシールのものは2割引きじゃない、対象外と。であと外はお庭の方にあるのは棚下の鉢から上の盆栽すべて2割引きです。なるほど。なのでものすごく混むので今日お気をつけください。で年末最後のね、盆栽のそうです。うちもこれから2をドーンと入れます、はい、ここのところでいっぱいいろんなのが入ってきてるので、ね、あとは年始に名品店がある。名品店は1月の12日13日上野グリーンクラブ1階で日本全国商品盆栽名品店という名前でやります。うちはお店出しますし、今募集かけてるのでいろんな人がお店出すと思います。多分僕もいるかな、毎年いるね。結城書籍のとこで結城書籍さんも来てます。去年は素朴さんも入ってたけどまだ決定はしてないんですけれど、山野草は出ますよ。中越植物園さんが外で大きくやりますから。なるほど。山野草といっても今の時期だと生えてないんで、山鳥の苗木が多いですよ。中越さんのところは面白いのがいっぱいある。素材探しですね。イベント年末年始とありますので、そうですね。はい。皆さん盆栽楽しんでください。はい。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お待ちしてます。いいよ。